こんにちは。菊の井の村田でございます。もう秋になるとやっぱりさつまいもが美味しくなりますよね。いろんな種類のさつまいもありますけども、今日はナルト金時です。もっと実がホコホコせんと柔らかいやつも、ナルト金時みたいにホコホコするやつもいろいろありますけども、それはお好みで選んでください。昔日本人はようさつまいもは食べてましたけども、こんな健康に良くて美味しいもんはなかなかないんで、だいたい 1.5 センチぐらいに切っていきます。ちょっとずつまっすぐしていって、一番太いところらへんはそのままで 1.5 から2ぐらいに切ってますね。結構力いりますからね、切れる包丁で切ってもらわんと。耐熱容器に均一に並べまして、これでふわっとラップをしてレンジアップをします。お味見にヘタも入れときます。力が結構いると思うんですけど、さつまいも自体を先にレンジアップとかで柔らかくしてから切るっていうのではダメというか違う。皮がむけると思うんですよ。生姜を皮をむいております。まあ皮むかんでも別にきれいに洗えばいいんですけどね。料理がきれいに見えるというのはやっぱり皮をむいて汚い、とこはみんな、取ってちょっと厚いめに一緒に炊きますんで、生姜煮をしますけども、別に生姜嫌いやって言うたら生姜煮せんでもよろしいんで、これ6分しました。こういうのがある程度こうスッと通る、このふかし芋になってますわな。これでここに合わせ地だしですね。うちら料理屋ですからだしで炊いてますけど、そないだしと違うでもよろしいね。昆布も一緒に食べにやったら昆布といりこを一緒に入れて炊いても十分美味しいと思います。で砂糖、甘煮ですからね。濃い口醤油、何回も言いますけども、そんなんさしすせの順番にこう炊きながら味見ながら入れていくのは無理ですよ。こうやって合わせ地を作っといて、もういきなりこう炊くものを入れていく方が、完全にちゃんと失敗せずにできますんで、さしすせその順番に入れろとかいうのは非常に科学的には、分子の大きい順に入れていった方が味が入りやすいという話ですけども、その分子レベルの話ですから金銭でもよろしい。で、生姜をこうバラバラと。でこれで僕ら料理屋がやるには、これでレモン煮とかね、みかん煮とかねやるんですけど、その時は最初から炊かないで、炊き上がった時にレモンのスライスを入れる。そうするとレモンの風味がする。これ浮いてるでしょ。だからこれ煮詰めていくためにこの落とし蓋を、もうこの頃家庭にないんですけども、で一旦濡らしてから使ってくださいね。味がこれにも染みますんで。でこれで地がほとんどなくなるまで炊いたらできます。前回メバルの煮付けの時にはい大体同量の液体量というかはいっておっしゃったんですけど、はい、こういうお野菜とかの時とかっていうのは何かそういういや野菜も基本的にはそうですけども、これは、煮汁の割合は、その芋よりも多いですね。多くしてかっちりと味付けたいでしょ。もっとこんなもう味が中まで入ってっていうようにしたいことないんやったら同じ量で詰めてしまえばできますよ。それは美味しいと思いますけど、今回はちょっとじっくり炊いて芋が甘くて美味しくておかずにもなってというのをやりたいなと思いましたから、煮汁の量を増やしました。それからこれをテリテリにしたかったら最後にみりん打っても回しかけてテリテリにするとかね、フライパンで焼くとかねやったらうまいですよ。で油で揚げてもいいんですけど、打ち粉してね、油がすぐ悪なる。それからこれ子供さんやったら一旦炊けてんやから、そのバター焼きをしてあげるとね、美味しいおやつになるわね。であんまり強い火でガンガンやると煮崩れますよ。まあ煮崩れたは煮崩れたで、肉じゃがやらもそうですけど、煮崩れたんもまた美味しいんですけどね。それからこれだけ煮汁が多くて落とし蓋をしてますとなかなか蒸発しませんから、結構じっくりと炊いてるのと無理ですよ。もっと簡単で汁が少なくて
味をつける方法としては、これを耐熱容器にそのまま入れて、芋が浮いてるような状態でもいいですから、もうこの煮汁を半分ぐらいにして電子レンジもっぺんかけて、で電子レンジの中でこうある程度沸騰してるのも見えますから、それでそのまま冷ましとけば中に含んでしまいますから、それもまた非常に簡単で美味しいですよね。こういうふうにもうえらい吹いてきたなっていうふうになると、中火の弱火ぐらいにして、あとほっといてもらったら炊けます。中はまだこんな状態ですね。これが半透明になってきたらもう大体いいんですけど。で料理屋の芋が末期なんはこの煮汁の中にクチナシを入れたりしてますから、不必要に黄色くなってるんですね。口なし入れる場合はこのタイミングで一緒に入れられる感じですか？もう口なしをこう潰してガーゼで包んでこの中放り込んでおけばいいですよね。それから料理屋は面倒くさいことしたがりますから、まずはこれを口なしの水で下茹でしてみたいなことやりますよね。これはもうこれぐらい煮汁なくなってきましたね。これでも十分美味しいんですけど、今日はもうちょっとしっくりと炊きたいな。さつまいもはさつまいもでもう味ありますから、どんだけ炊きたいかは秋やのにえらい寒いって冷えるな言うたらしっくり炊こうかとなりますし、秋やのに小春日和でえらいあったかいなって言うたらちょっとあっさりめに炊いとこうかという話ですよね。家庭によってうちはもうちょっとおかずにするんやから醤油もうちょっときつい方がええわとかね。うちはまあ子供のおやつやからあんまりもう醤油入れんと甘辛の殻は抜いてしまうかっていうのも OK やと思いますよ。まだほら煮汁残ってるでしょ。それまあ今日はこの程度でええかなと思って、もっと煮詰めたかったら煮詰めたらテリテリになってくるわね。はい、以上です。これを盛り付けます。だからこの盛り付けも料理屋は決してこのようには盛り付けません。もっときちっと理路整然と盛り付けんやけども、それをやるとこんな芋食うのになんか改まらないかもね。適材適所で、それから料理屋の盛り付けはきれいやとか言うけども、いつでもそれが正しいかと言われるとそんなことないと思います。家庭はやっぱほっこりしてざんぐりしてる方が美味しいな、なんかほっこりするなこの芋食べてるとっていうようなんがええんやなというふうに僕は思うんで、料理はこんなたくさん盛り付けたら怒られます。もうちょっと少ないめに、盛り付ける方がこう上品っていうふうに思いますけども、さあお芋さん餃子炊いたからみんなで餃子食べようかみたいな方がええでしょ。それから料理屋の料理真似したら飽きまへんで。真似すると上品で綺麗なものになるけども、本来の、おかずの、意味、美味しさ、それから、家族がみんなでこう喜んで食べるということに対しては難しいかもしれんなと。今日は黒ごまにしましたけど、